リリーどうも、ワンピースの謎と仮面 YouTuber、ゆうてなんぼのゆでおんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年41号、ワンピース最新話1125話、何をもって死とするかを考察していきます。この1125話は久しぶりに神回です。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まずは2週間前、1125話の予想はこのように考えました。こちらです。1125話の類似話数は25話、125話、1025話です。そんな1125話の話数の語呂合わせ予想は、人人符号、エルバフに伝わる神、人人のみ、ニカと、ゴムゴムのみのルフィ、この2つが符合する話か。はい、前回の予想では、人人のみ、ニカと、ゴムゴムのみが、人々の中で符合する話だと考えましたが、違う。この1125話の話数の語呂合わせ1つ目は、人々符号。人々符号。符号とは複数の事柄がぴったりと合わさること。くっつくという意味ですが、この1125話では、ベアバンクのサテライトたちがぴったりとくっついちゃった。人々符号。ベアバンクたちが物理的に符合しています。さらに前回、ルフィを待つエルバフの謎の人物とは、1125話の類似話数25話でルフィがシャンクスの話をしていることから、この1125話には謎の人物が登場して、それは25話とのつながりからシャンクスだと考えましたが違う。なんとフィガーランド違い。1125話にはフィガーランドシャンクスではなく、フィガーランドガーリング星がいきなり登場。フィガーランド違いのつながりでした。話数の理論からの予想は読み違えるとこうなりますわ。ただし、エルバフでルフィを待つ謎の人物については、動画をアップした次の日に X で別の人物の可能性を考えました。そのヒントはチョッパーの T シャツか。チョッパーの T シャツにはなぜかコップと書かれています。コップとは警察という意味もありますが、もう一つ、コッパーの省略形でもあります。コッパーは銅という意味ですから、エルバフで待つ謎の人物とは、ロジャー海賊団のナンバー3、スコッパーギャバンの可能性があるのか。とにかく1125話の話数の理論を修正していきましょう。25話は嘘800。ウソップの父親ヤソップとは赤髪ことフィガーランドシャンクスの仲間一員だという。一方1125話ではフィガーランドガーリング星が新たな五老星の仲間一員になりました。となると25話ではウソップの父親ヤソップの話ですから、1125話のガーリング星とはやはりシャンクスの父親なのか。ガーリング星の若い頃はシャンクスにそっくりでした。次に125話はキャンドルチャンピオン。ローで固められたゾロたちが死への恐怖を味わっている。一方1125話ではサターン星が死への恐怖を味わっている。そしてキャンドルチャンピオンを直訳するとろうそくの王者です。一方ガーリング星とはゴッドバレーで行われた人間狩りの王者です。ミスター3とガーリング星のチャンピオンつながりか。次に1025話は総流図。恐怖で飛べない桃之助が自分で出した雲を掴んで空を飛びます。一方1125話ではパンクレコーズが自分で出した雲を使って空を飛びます。さらにこの1025話では腹を空かせたヤマトにご飯を食べさせた男が処刑されている。一方1125話では腹を空かせた天竜人にご飯を食べさせた男が処刑されている。さらに1025話では存在するはずがない2匹目の竜光月桃之助が登場。一方1125話では存在するはずがない2人目の科学防衛武神三日月のガーリング星が登場。光月と三日月の月つながりです。以上が話数の理論一つなぎです。それでは本編の考察を始めましょう。1125話のスタートはエッグヘッドの後処理です。ルッチはストゥーシーを殺したと言いますが、1125話のタイトルは何をもって死とするかです。ストゥーシーはおそらく死んではおらず、ルッチと核の温情によってどこかへ逃げたのでしょう。これが1125話の話数の語呂合わせ2つ目。人いずこ。人いずこ。ストゥーシーはどこへ消えたのか。ストゥーシーは黒い翼を生やせますから空へ飛んで逃げたのか。一方ルフィたちを取り逃がしたサターン星は中将たちの前で何やら自分の仕事に納得して一人で満足そう。しかもルフィたちの脱出を許した要因である鉄巨人エメとは200年前にサターン星本人が研究のために破壊しなかったと言います。もはや何回言ったか分かりませんが、なんという無能性。サターン星の言動はここまで全て裏目となっています。バスターコールからは逃げられないと言ったり、ボニーやエメトを軽視して裏目となったり、
極めつけは熊に対してサタン星が語ったセリフ。お前には奴隷になることと死ぬことしか許されていない。これは明らかに五老星たちもイム様の奴隷かのようです。さらに人間を虫けら扱いしながら自分は雲だったというオチ。さらに雲であるサタン星が消えたら雲が湧き出てパンクレコーズは空の彼方へ。全ての言動が裏目に出て自分に返ってきた男。それはサターンというよりもリターン星。そしてサターン星は意見をした中将ドーベルマンを例の謎の邪気眼で攻撃していますが、これも自分の元に帰ってくるリターン星。突然苦しみ出したサターン星。それはイム様による無能星。サターン星の粛清。イム様はなぜジョイボーイを逃がしたのだとサターン星のせいにしてブチ切れている。サターン星は一気に老化して骨だけになりました。消えたサターン星は人いずこ。どうせ誰でもいつかは骨よ。恐るべきイム様の能力邪気眼。このイム様の能力とは何でしょうか。過去には五老星の秘密とはハリーポッターのラスボスボルデモートの分霊箱のように、そしてベアバンクの脳が分割されたように、イム様は自分の魂や能力を五老星に分配したと考えました。となるとサターン星に付与していた能力をイム様はここで解除したのか。解除したからサターン星はそれまで生きてきた数百年分の老いが一気に押し寄せて老化して死んでしまったのでしょうか。それはまるでマリージョアの真下にある魚人島の国宝玉手箱に収められていた協約 ES のように、4年前ドフラミンゴが言うマリージョアの国宝とはイム様そのもの、人間国宝イム様だと考えましたから、マリージョアと魚人島の上下の表裏一体の関係から協約 ES はイム様の能力と表裏一体なのかもしれません。イムとは漢字で忌むべきもの、イムなのか、協約とイム、どちらも不吉な漢字ですが、イムという漢字には死者の命日という意味もあります。そんなイム様はビッグマムと表裏一体だとも考えました。ここでイムとマムの表裏一体を考えましょう。マムのエピソードや能力をすべて真逆にするとイムの秘密がわかるかもしれません。それでは行きましょう。マムは母の日という技を使います。イムはマザーフレームという古代兵器を使います。マムの夢はあらゆる種族と同じ高さの目線で食事をすること。イムは逆に人種差別を行い庶民よりも高い位置に住んでいる。マムが望んでいたのはウェディングケーキ、メアリー・ジェノワーズ。イムが住んでいるレッドラインの土地はマリー・ジョア、つまり一文字違いです。そして珍獣コレクターのマムはルナーリア族キングを欲していました。イムは逆にマリー・ジョアに存在したルナーリア族が住む神の国を滅ぼしています。マムはカルメルの写真を額縁に入れていました。イムはリリーの写真を額縁に入れていました。マムはカルメルを丸ごと食いました。イムは逆にリリーにいっぱい食わされています。マムは自分の娘を政略結婚させようとしていました。イムは逆に自分が結婚したかったのか。マムは男と強引に関係を持ち、子供を産んだら夫を捨てていました。イムは逆に惚れた女と関係を持てず、今でもずっと執着しているのか。マムは自分の記憶をなくしていました。イムは他人の記憶をなくしたのか。それが空白の100年か。マムは子供みたいな大人の女です。イムは逆に大人みたいな子供の男なのか。このようにイムとマムは表裏一体だと考えられますが、ここで考えたいのがマムの悪魔の実です。マムが持つソルソルの実は他者から魂、寿命を奪いますが、それは相手に同意を得るか、相手に恐怖を与えないと奪えません。となるとイムの能力はその真逆か。イムは相手の同意を得ずに魂や寿命を奪えるのか。いや、もっと深く考えましょう。マムの能力はある意味で生命を操作できる能力です。これと真逆なら、イムの能力は死を操作できるのか。それこそがイム、死者の命日という意味を持つ言葉。イム様の能力は死神や悪魔のような能力か。こちらの動画ではイムの能力とは悪魔、蛇であり、それはゾーン系悪魔の実に存在する悪魔の意志、悪魔の実の中にいる悪魔に精神を取られていると考えました。イム様の能力とは死を操作できる悪魔そのものなのか。もう少しマムの能力を考えましょう。
マムの能力は自分の魂や他人から奪った魂を無機物や動植物にのみ体に入れて擬人化できます。つまり、マムの能力は自分以外の人間には魂を付与できない。このマムとイムが真逆なら、イムの能力とは自分の能力を人間に付与できるのかもしれません。それこそがサターン星が使っている邪気眼やワープ魔法陣、自己再生能力なのか。つまりはイム様も同じことができると。自分以外の人間に悪魔の力を与えられるのか。例えばマムに魂を捧げるとトットランドの居住権が手に入ります。これと逆にイムに死を捧げると不死身の能力が手に入る。死を捧げるとは逆に言えばいつでもイム様はそのものを殺せます。じわじわと難しくなってきましたがよく聞いてください。マムは他者の魂を奪うがその人は一定条件下で生きていける。モリアは他者の影を奪うがその人は夜中だけ生きていける。イムは他者の死を奪うがその人は奴隷となって永遠に生きられる。このような関係性でしょうか。つまりイム様に死を捧げたあるいは奪われた時点でその人はある意味でそこで死んでいますが、逆に言えばイム様が許す限り永遠に生きていけます。何をもって死とするか。これはボニーの能力臨死体験 NDE にも似ています。そしてベアバンクの死の概念とは真逆です。ベアバンクは体を奪われても存在のみで永遠に生きられる。サテライトたちは我々の概念では死んでいるが本当は死んでいない。逆に五老星たちは我々の概念では生きているが本当は死んでいるのか。まとめましょう。イム様の能力とは悪魔の実の悪魔であり、その悪魔の力を与える代わりに他人から死を奪い、他人に対して生かすか殺すかを選択できる権利を得る。それはまるで中世の暴君、王の特権である生殺与奪の権利。生殺与奪の権利を持つのがイム様の能力か。だから五老星たちは仮初めの永遠の命を手にしているのか。それはいわば奴隷契約であり悪魔の契約か。イムとはイム。死者の命日の能力を持っているのか。本編に戻りましょう。サターン星の代わりの五老星としてガーリング星が科学防衛武神に就任。これが1125話の話数の語呂合わせ3つ目。従員2号。従員2号。もしくは従員に合意。従員とは戦争で失った兵士を補強することです。ガーリング星はおそらくイム様からの指令に合意してサターンの代わりに科学防衛武神となりました。爆誕新五老星。ガーリング星が初めて登場したのは1086話。タイトルは五老星。七部会や四皇のように五老星も入れ替わり星だった。サターンがやられたか。奴は五老星の中でも最弱。だから五老星たちは不老不死にもかかわらず800年前のニカを知らなかったのか。五老星とは何度か入れ替わっている。そして五老星となったガーリング星は神の騎士団を抜けたのか。すると神の騎士団の新しい騎士団長はあのシャンクスに似ていそうな男になるのか。30年前19歳の小田先生が考えたシャンクスの初期設定は騎士団長でした。するとあのシルエットの男はおそらくシャンクスの兄弟いや双子なのか。そしてガーリング星はヨークを直属の部下にすると言います。となるとこのガーリング星がイムホーこと空飛ぶ雲古代兵器を操作しそう。ガーリング星が三日月の象徴ならばルフィは太陽の象徴。三日月 VS 太陽の夜明けバトルが展開されそう。一方そのヨークはなぜか島雲が量産されていることに気づきます。なんとパンクレコーズがエッグエットから分離して空を飛びました。これが1125話の話数の語呂合わせ4つ目。自由1に GO。 自由1に GO。 島から分離して浮遊したパンクレコーズは特定の位置にはとどまらず自由気ままに世界を旅できるという雲に包まれて空を飛ぶ天才の脳みそ。それは以前北欧神話がモチーフだと考えました。こちらです。北欧神話の創世は始祖の巨人ユミルの死体から作られたそうです。ユミルの骨は山々に、ユミルの脳みそは空に浮かぶ雲に、ユミルの頭蓋骨は天になったと言います。このユミルの話はワンピース全体に見られます。例えばユミルの骨は山々になった。リトルガーデンでは骨が山々になりました。ユミルの脳みそは空に浮かぶ雲になった。
エッグヘッドではベガパンクの脳みそがパンクレコーズとして雲の上に浮かんでいます。ユミルの頭蓋骨は空に舞い上がり天になった。空島スカイピアはジャヤと合わさって頭蓋骨の形になっていました。北欧神話と同じように脳みそが雲となりました。そしてこの脳みそパンクレコーズの中身とは、クローバーたちが読み解いた歴史の文献がベースですから、クローバーの本名クラウディ・クローバーとは、つまりクラウド・クローバー、クラウド、雲です。そんな雲に乗って浮遊するパンクレコーズは、まるであの古代兵器にそっくりですから、前回考えたように古代兵器を包む雲も島雲であり、それはヨークが提供したのかもしれません。そんなパンクレコーズでは、死んだはずの4人のサテライト、釈迦、エジソン、ピタゴラス、アトロスが脳内で会話中。サテライトたちは精神エネルギーとして生きていました。何をもって死とするか。ギリスが言うように生きていた釈迦たち。釈迦生存の可能性は2年前に考えました。ことわざ通り、僕は釈迦に説法をしました。こちらです。メガパンク釈迦は天才ゆえに未来が見えると言います。しかし、ワンピースのパターンでは逆でしょう。釈迦はおそらく正しくはない。天才といえど未来など容易には見えない。それは1064話のルフィが提示しています。よぼよぼな70歳ルフィはある方向の未来のルフィです。ここで提示されているのは、未来は一つじゃない。釈迦よ、よく聞け。お前は正しくはない。間違っている。メガバンク生存の未来も存在しているはずです。はい、結果的に釈迦よりも僕の方が正しかったようです。せいせいせい。ここでエジソンはそれぞれの体のパーツを集めています。ベガバンクを4人集めて合体させて、最強のベガバンク、ベガマックスを作りたいんですよ。合体どうなっちゃうんだ？ダメー。ベアバンク4人が合体して変なベアバンクが誕生しました。そしてここでサテライトたちの秘密も明かされています。パンクレコーズ内にはそれぞれの人体パーツが並んでいます。つまり釈迦もリリスもアンドロイドだったようです。その人体パーツが並んでいるシーンは、まるでエネルが電気で呼び覚ました月のロボット兵にそっくりです。さらにこの1125話ではセラフィムも充電式、電気で動いていたことが判明していますから、ベアバンクの技術とは予想通り月の文明由来だとわかります。ベアバンクの脳とは月の技術を詰め込んだ脳みそ。漢字パズルもバッチリです。そしてベアバンクはウェザリアの友人に連絡しますが、ウェザリアで気になるのはやはり天候ボールです。こちらの動画では沈みゆく世界を救う方法とは、海水を雲に変えて南極にその雲を運んで凍らせれば海面を下げることができると考えました。それこそが水の大循環、海の水と空の雲の一つなぎだと考えました。この考察が正しいなら、ウェザリアの技術、天候ボールを応用できるかもしれません。場面は変わってカマバッカの革命軍。ここで700年前から奴隷を使って建造されてきた謎の巨大な橋、テキーラウルフの役割が判明。それはもしも世界が海に沈んだら、人々たちの一定の救済処置か、もしくは天竜人たちが世界を移動できるようにするものなのか。巨大な橋はイーストブルーのテキーラウルフ以外に、ウォッカウルフ、ラブウルフ、バーボンウルフ、お酒の名前の橋が4つの海で4つ建造されている。そして革命軍ドラゴンは革命への動きを加速させます。これが1125話の話数の語呂合わせ5つ目。かなり強引ですが、大富豪。大富豪。日本のトランプゲーム、大富豪のイメージか。大富豪というゲームには革命というルールがあり、ゲームのスタートはダイヤの3から始まります。そしてドラゴンの顔にはダイヤの3。いよいよ革命へと動き出す反逆流ドラゴン、天竜人 VS 反逆流。それは総竜図。1025話が総竜図、1125話が天竜人 VS 反逆流。全てが繋がっていくワンピース。1125話ではガーリング星による革命も発生していました。以上です。ちなみに1125話の扉絵連載では、何やら大工の棟梁湊友さんが行方不明になっています。人いずこう。X では先週、1124話の扉絵の謎の誘拐犯のシルエットとは、もしかしたら光月時かもしれないと考えました。つまりは古代兵器プルトンを復活させるために20年前の過去から飛んできたという可能性です。僕は4年前から光月時は生きていると考えています。何をもって死とするか。
もしもこの考察が正しいなら、光月時は大工の稲友さんに頼んで密かに古代兵器プルトンを修復させているのか。そして古代兵器プルトンが復活するとき、そのワノ国の上空には浮遊するパンクレコーズが現れそう。扉絵連載も見逃せません。続いては次回1126話の展開を和数の理論から考えましょう。1126話の類似話数は26話、126話、1026話です。26話はキャプテン黒の一系。26話の話数の語呂合わせはズル賢い黒の計画。黒は死んだことになっていた海賊です。何をもって死とするか。こことつながるなら1126話では死んだはずの男サウロがロビンと再会しそう。次に126話は本能。語呂合わせは火にローが火に引火して溶けてかろうじて生きていたナミたち。それならばやはり1126話ではかろうじて生きていた男サウロが登場するのか。次に1026話は天王山。語呂合わせは火祭り。ここではルフィたちを助けにお玉が鬼ヶ島へ向かっていますから、1126話ではルフィたちを助けにエルバフの巨人たちがエッグヘッドへ向かったエピソードが語られそう。さらに1026話ではカイドウによって滅ぼされた燃えるおでん城をモモの助が思い出しています。それならばやはり1126話では世界政府に滅ぼされたオハラをサウロとロビンが思い出しそう。そんな1126話の話数の語呂合わせ予想は人々紡ぐ。ロビンとサウロの思いが紡がれるのでしょうか。いいブロー、ヘイブロー。ブローとは兄弟や友達ですから、サウロとの再会はもちろん、ドリーとブロギーがルフィの仲間、兄弟分になるかもしれません。非いずる国。非いずる国とは日本の名称ですから、和の国の話も語られるのか。他にも、人々フロー、いいフローなどが成立します。最後に最新のビブルカードも考えましょう。9月4日に発売されたビブルカードでは、クイーンの本名がサイエンであり、子供を作り、そして子供を捨てたと判明しました。その時系列は3年前、こちらで考えたフランキーとクイーン親子説と合致しており、ほぼほぼこの考察は確定したのでしょう。次に同じく3年前、ヤマトと日暮についても考えました。この2人は同じ巫女の服であることから、2人は表裏一体だと考えましたが、ヤマトが生まれた28年前、日暮はカイドウとワノ国の統治において何らかの取引をしたと記載されています。つまり28年前に何かがあった。それが何かはわかりませんが、日暮が変身して見せたこの女性がヤマトの母親である可能性は高いです。次にクロコダイルの趣味も明かされています。その趣味とはキノコ狩り。キノコ狩り？クロコダイルについてはこちらでも考えたように、イワンコフが握るクロコダイルの弱みから元女説が10年以上前から考えられていますが、クロコダイルの趣味がキノコ狩りとはかなり意味深な趣味でしょう。女だらけの島アマゾンリリーではキノコのエピソードがありましたが、ちなみに僕のキノコを例えるなら秋の味覚シャカシメジです。チャンネル登録してね。謎を解く鍵はより一体語呂合わせ、最強は数の理論に滑り倒すダジャレと音痴な私の考察には敵が多すぎる。謎を解くゆでろ一緒に最後まで釈迦じゃないよ。